あれ、オイルチェックランプが光ってる。こんにちは、セシボファクトリーです。今回はアルファロメオ155 V6 エンジンのちょっとした故障についてです。そろそろ車検というタイミングで点灯し始めました。通常オイルが不足した時に点灯するランプです。早速オイルレベルを確認します。オイルはしっかり入っています。なんだこれは。他の原因を探ります。センサーやパネル、配線が挙げられます。この中で最も簡単に検査できるのはセンサーです。車を上げるとセンサーは簡単にアクセスできます。シリンダーブロック下部手前側についています。このセンサーを外して直接抵抗値を測定し、健全性を判断します。まずはセンサーに接続されている配線カプラーを外します。簡単に外せます。そしてボルト一体型センサーを外しますが、通常のメガネやソケットは狭くて入りません。ここでは75度のディープオフセットメガネが一番使いやすかったです。 21mm を上から入れてグイッと緩めます。一度緩まればあとは手で回せます。センサーのすぐ上にオルタネーターがあり、抜けるか不安でした。まっすぐ引き抜きは無理です。ロッドの細さを利用し、少し斜めにしながら引き上げると抜けます。早速チェックしていきましょう。詳しい仕組みは動画後半で述べますが、鍵となる抵抗値を測定します。端子にテスターを当てれば抵抗が検出されますが、無反応です。これは先端のバイメタルか端子部分に何らかの異常が発生している可能性があります。まずはバイメタルにスラッジが噛んでいないか目視で確認しますが、よくわかりません。パーツクリーナーで内部を洗浄してみます。スラッジを噛んでいた場合はこれで改善されるはず。さあどうでしょう。ダメです。順序が逆でしたが、端子を一応磨いて再測定を試みます。さあこれでどうでしょう。ダメでした。センサー完全に壊れています。というわけで新品のオイルレベルセンサーを購入しました。155V6 のセンサー型番は60547192になります。在庫があってよかったです。新品のセンサーはピカピカです。ワッシャーも付属していました。部品の調達方法の詳細については本動画の最後に紹介しております。参考までに先端を拡大した様子をご紹介。センサー先端内部には電熱線とバイメタルが組み込まれています。通常は先端がオイルに使っているため電熱線の熱がオイルに逃げ、バイメタルは作動しません。オイルレベルが低下して先端が露出すると冷却が失われ、電熱線の発熱によってバイメタルが変形し、接点が開いて回路が遮断されます。意外と単純な仕組みで面白いですね。したがって正常なセンサーでは電熱線が回路に接続された状態が維持され、測定時には電熱線に由来する抵抗値が検出されるはずです。検出されました。よいよい。早速取り付けていきましょう。取り付けは取り外しと同じ要領で行います。センサー先端部をぶつけて壊さないよう注意しましょう。相変わらずオルタネーターが邪魔ですが、うまく角度を探るとスッと入っていきます。入ったら手でボルトを回すように取り付けていきます。手である程度回したら75度のディープオフセットレンチを用いてぐっと締め付けます。トルク値は分からなかったですが、あまりに強すぎるトルクをかけるとアルミブロックが割れるので要注意です。軽くグッとしたぐらいで収めました。最後に配線を接続します。これで交換作業は完了です。あとはエンジンを始動して動作を確認します。さあどうでしょう。オイルチェックランプがきちんと消えています。
うまくいきました。車検で引っかかることはないと思いますが、治るとすっきりしますね。さて、センサー故障の原因は何でしょうか。考察してみます。すでに述べた通り、本センサーのバイメタル部には電熱線が組み込まれており、通常はオイルに浸って冷却されるため、回路は導通状態を保っています。しかし、バイメタルの接点部にスラッジが噛み込むと、接触不良が生じ、導通不良を引き起こすことがあります。また、電熱線の断線やバイメタルの復帰不良によっても同様に導通不良が発生する可能性があります。このような構造上の特性から、センサーの誤作動や不具合を防ぐためにも、日常的なエンジンオイルの適切な管理が重要でしょう。最後に、今回の部品の購入方法を紹介します。まず、部品番号を探します。今回はブッソ V6 オイルレベルセンサーで検索したら見つかりました。サイトの連絡先に日本への発送可否と部品の適合を確認します。このサイトはアルファロメオレストアレーションといい、ヤングタイマーのアルファの部品をたくさん在庫しています。購入を再現する録画を撮ってみました。部品は適当にリアショック用のゴムマウントで試します。商品は画像はもちろん説明文も充実しています。カートに追加を選択します。チェックアウトを押すと購入手続きに移ります。カートの確認画面です。商品及び数量を確認します。問題なければチェックアウトボタンを押します。事前に住所や電話番号、宛先を登録しておき、そのアカウントでログインします。発送方法を選択します。真ん中の DHL は早いし追跡可能ですが、送料が最も高いです。一番上の2キロ未満用簡易発送は最も安いですが、保証なし追跡なしで届くのも遅いです。チャレンジ枠です。最後の EMS は中間的な特徴で、追跡ありだが保証弱め、料金は中間です。これら3つのうちどれかを判断し、選択して次に行くと決済方式の選択画面に移ります。PayPal アカウントを持ち、決済に用いるのが便利でおすすめです。オイルレベルセンサーは DHL 輸送、PayPal 支払いを用いました。以上が簡単ながら海外サイトで部品購入の紹介でした。さて、皆さんお気づきでしょうか。今度はタコメーターが動いてません。次から次にやることがあり、飽きない車で楽しいです。今回はここまでとします。ありがとうございました。